ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。もうすぐ、2026-2027年シーズンの開幕ね。シーズンの開幕で、ワクワクする要素の一つが、新ユニフォームだ。確かに、新ユニフォームをまとっている選手を見ると、新しいシーズンが始まったんだな、って実感するわよね。そこで今回は、特別企画として、J1 各クラブの26-27シーズンのユニフォームを、まとめて紹介していこうと思う。ユニフォームは単なるスポーツウェアにとどまらず、クラブのルーツや、地域文化などが色濃く反映されていて、それぞれに面白い特徴があるんだ。自分の推しクラブだけでなく、ライバルのユニフォームについても知れるなんて素敵だわ。そうだな。他クラブのユニフォームのコンセプトもこの機会に知ってもらえると、新シーズンの観戦の楽しみが増えると思うので、ぜひこの動画を視聴してもらえたら嬉しいぜ。確かに、その通りね。しっかり勉強させてもらうわ。新時代を戦う全20クラブのユニフォーム紹介、早速スタートだぜ。よろしくお願いするわ。まず最初に紹介するのは、常勝軍団、鹿島アントラーズだ。ユニフォームサプライヤーはナイキ。アントラーズの新ユニフォームは、どんなデザインなのかしら。鹿島アントラーズの今シーズンのコンセプトは、ネクスト10。これからの10年、世界を取りに行く、という目標を今年のユニフォームに込めた。なぜ今年はそういうコンセプトを押し出したのかしら。今年はクラブ35周年という節目であると同時に、鹿島が世界一に最も近づいた2016年から10年経った節目でもある。2016年って、鹿島アントラーズがクラブワールドカップでレアルマドリードと激闘を繰り広げ、惜しくも世界2位になったあの年のことね。その通りだぜ。キービジュアルにも、あの悔しさから10年、という言葉が含まれている通り。2016年シーズンを単なる栄光と捉えず、悔しさを明確にしているところに、王者の誇りを感じるな。そして、その2016年シーズンで着用していたディープレッドとダークネイビーのユニフォームをベースに、今シーズンはそれをさらに進化させた、4分割のカラーブロック、を採用しているんだ。ハーフ&ハーフから、4分割デザインに進化したのね。上昇の伝統を重んじつつも、さらなる躍進を狙う強い思いを感じるわ。このデザインは、あの悔しさから10年、世界を取りに行く10年、という言葉とも、密接にリンクしていると思われる。どういうことかしら？ 10年、という表記が、数字の10ではなく、漢字で、10、と書かれていることからも、この4分割のデザインは、明確に、10、の意味が込められているんだろうと推察できるぜ。なるほど、中央で交差する直線が、漢字の、10、に見えるような、美しい仕掛けになっているのね。さらに、シャツとショーツの両サイド、ソックスのリブ、そしてナイキのロゴであるスーッシュには、2019シーズン以来、実に8年ぶりにゴールドの差し色が復活したんだ。こういう細かいところにも、頂点を奪取するという野心を感じられるわね。続いて紹介するのは、水戸ホーリーホックだぜ。ユニフォームのサプライヤーは、株式会社10-9、サッカージャンキーのブランド名で展開している。フレンチブルドッグが可愛いわね。水戸の新ユニフォームは、どんなコンセプトでデザインされているのかしら？水戸ホーリーホックの今シーズンのデザインコンセプトは、トラディベーションだ。トラディベーション？ちょっと聞き慣れない言葉ね。これは、伝統と、革新、を組み合わせた造語で、これまでの歴史への深い敬意を持ちながら、未来へ向かって恐れずに挑戦していくという決意を表している。なるほど。それを具体的に、どうやってデザインに落とし込んでいるの？クラブの伝統である、クラシックなストライプ柄をベースにしつつ、そこに大胆な、動き、のあるグラフィックを加えているんだ。これにより、新時代をアグレッシブに戦い抜く、エネルギーと躍動感を、視覚的に表現しているぜ。シンプルな縦縞だけではなく、不規則な動きのあるデザインが加わることで、ピッチを縦横無尽にかける、選手たちのスピード感が伝わってくるわね。そうなんだぜ。さらに、首周りの隠し部分に、今シーズンから新たに使用される新ロゴがデザインされており、右袖には地域との絆として、従来のホームタウンの名前に加えて、新しくホームタウンとなった、石岡市、筑西市、桜川市の、3つの市、の名前が加えられた。これだけ多く書かれていると、仲間が多い感じがして心強いわね。初めての J1 リーグで、どんな活躍を見せてくれるのか、今から楽しみだわ。続いては、浦和レッズのユニフォームを紹介するぜ。浦和レッズのユニフォームサプライヤーは、ナイキだ。レッズといえば、あの熱狂的なサポーターが作り出すスタジアムの雰囲気が印象的よね。まさに、今シーズンのデザインのモチーフになっているのは、そのスタジアムに響く轟音だ。スタジアムの轟音？あの浦和サポーターの、地鳴りのような熱い声援をデザインにしたってこと？その通り。あの圧倒的なサポーターの声援を、雷鳴に見立てて、鮮烈な稲妻のグラフィックへと昇華させた、グローバルクリエイティブなデザインとなっている。さすがは浦和ね。サポーターの熱狂そのものが、デザインの主役になるなんてかっこいいわ。さらに、サポーターの魂を震わせる仕掛けが、内側にある、インナープライドに隠されているんだ。インナープライド？外からは見えない部分に、何かが仕掛けられているの？今シーズンは漢字で、浦和、の2文字が、首元の内側に、力強く刻み込まれているんだぜ。
漢字で浦和と表現されているデザインは、クラブ史上初となるんだ。それは意外ね。ユニフォーム以外では、浦和の文字はいつも目にしているけど、漢字で表現された、浦和の文字がユニフォームに採用されるのは初めてだったのね。浦和サポーターじゃなくても、鳥肌が立つくらい熱すぎる仕掛けだわ。選手もサポーターも、外から見えない部分に、浦和の誇りを秘めて、新時代を戦うわけだ。シンプルな中にも、サポーターの熱い心を震わせる仕掛けがあって、完成度の高いデザインね。次に紹介するのは、17年ぶりに J1 の舞台へと戻ってきた、ジェフユナイテッド千葉だ。ユニフォームサプライヤーは、キュンメルブランドを展開する SSK。ジェフの今シーズンのユニフォームは、J1 復帰初シーズンに加えて、古川電工サッカー部創部80年という節目にも当たるので、気合の入ったデザインになっている。どんな感じに気合が入っているのかしら？今シーズンのデザインは、ズバリシマウマの縞模様。しかもこの縞、地元の千葉市動物公園に暮らす、本物のシマウマの縞模様を採用している。本物の縞模様ってどういうこと？シマウマの縞模様は、人間の指紋と同様に、個体ごとで模様が異なるんだが、このユニフォームに採用している縞模様は、千葉市動物公園の園内に実在する、グレビーシマウマと、サバンナシマウマの、本物の縞模様を、ランダムボーダーとして完全に再現したんだ。本物のシマウマの柄を、そのまま持ってきちゃったの？それはいくらなんでも、斬新というか大胆すぎる発想ね。でもそもそもなんでシマウマの柄にする意味があるのかしら？いいところに気づいたな。ジェフにとってシマウマはとても意味があって、古川電工サッカー部は、このエンブレムを掲げて戦っていたこともあって、ゼブラ軍団、と呼ばれていた。つまり、シマウマこそが、古川電工サッカー部のアイデンティティであり、シマウマをモチーフに採用するというのは、ジェフにとってとても意味のあることなんだぜ。なるほど。しかも、面白いのが、実はサバンナシマウマは犬のように、ワンワン、と鳴く習性があるんだ。シマウマなのに、犬みたいに、ワンワンって鳴くの？ジェフの愛称である、ワンワン、の文脈と、奇跡的に重なっているじゃない。クラブがそこまで狙ってネタを回収しているのは、最高だよな。さらに、胸のエンブレムの裏には、旧古川電工のエンブレムが隠されており、ユニフォームの背当ての隠しデザインの部分には、過去の旧エンブレムが刻まれている。古川電工の歴史へのリスペクトや、クラブ愛に溢れる一着に仕上がっているわね。続いては、同じ千葉県のライバル、柏レイソルだ。ユニフォームのサプライヤーは、ヨネックス。柏レイソルの今年のデザインはどんな感じかしら？今シーズンのレイソルのデザインコンセプトは、ブレイクザライト、光を超えろ。光を超えろ？とても攻撃的で挑戦的な意志を感じるワードね。静かな闘志を秘めた黒、と、爆発的なエネルギーを放つ木。その二つの力が交錯する境界を、鋭い幾何学的なグラフィックが切り裂くデザインとなっている。守りではなく、攻撃を意識させるデザインになっているのがレイソルらしい感じがするわね。グラフィックの鋭いラインは、光の速さを超えて突き進むスピード感を表現し、ピッチ上での動きにより、さらにダイナミックに黄色が躍動して見えるよう計算されているんだ。動きの中でカラーが際立つように、グラフィックの配置が緻密に設計されているのね。さらに、ショーツやソックスのカラーリングとも完全に連動させることで、全身で、太陽王の圧倒的な輝きと力強さを主張するスタイリッシュな仕上がりになっているぜ。細部までトータルコーディネートされていて、ピッチ上ですごく映えそうだわ。機能面でも優れていて、ヨネックス独自機能の、-3度の涼感、ベリークール、を搭載。過酷な秋春製の夏場や、試合ラスト10分の走力を科学的に限界まで引き出してくれるんだ。確かに、この機能は8月に開幕する新レギュレーションに活かされるかもしれないわね。続いて紹介するのは、FC 東京だ。ユニフォームサプライヤーは、ニューバランス。FC 東京のユニフォームといえば、青赤ね。毎年安定して FC 東京らしいデザインになっているイメージだわ。ところが、今年は少し歴代のユニフォームとはイメージが異なる感じに仕上がっているぜ。そうなの？ああ、FC 東京は、シーズン以降を新たなショーのスタートと位置づけて、あけぼの、をテーマとした。あけぼの？そうじゃない。空がだんだん明るくなっていく、夜明けの美しい時間帯のことだ。ファーストユニフォームは、和服のあけぼの染めや浮世絵をモチーフにした、繊細で美しいグラデーションとなっている。青と赤が美しく混ざり合いながら、新しい光が差し込む様子を表現しているぜ。あえて和の伝統技法や芸術を取り入れるなんて、おしゃれな大人のセンスを感じるわね。さらに、セカンドユニフォームのデザインには、夜明け前の空に残る星に例えられる、あけぼの草のグラフィックを、青赤のカラーで全面に散りばめているんだ。あけぼの草の花言葉は、祝福と、希望。厳しい自然を生き抜くあけぼの草の姿に、アウェイで戦う選手の思いを重ねている。ファーストも、セカンドも、芸術作品って雰囲気を感じさせるわね。新シーズンが楽しみだわ。続いては、名門クラブ、東京ヴェルディの紹介だ。ユニフォームサプライヤーは、アスレタ。ヴェルディは今シーズンのコンセプトとして、V プログレス、を掲げているぜ。
V の前進、そして進化、という意味ね。具体的にはどう表現されているのかしら？デザインを近くでよく見ると、細部に無数に連なる、V の幾何学モチーフが配置されている。V の積み重ね、つまり、勝利の積み重ねとクラブの成長を表現しているんだぜ。なるほど。このデザインは、密度の異なる細いラインによって、グラフィック全体に独特の立体感と深みを出しており、遠くから見ると、クラシックで綺麗な緑のユニフォームなのに、近づくと、最新のデザイン技術がぎっしり詰まったデザインとなっている。シンプルなようでいて、複雑な幾何学模様になっているということね。伝統あるクラブが、近未来的に上昇し、さらに進化していく様子が表されているんだ。シンプルに見えて、実はめちゃくちゃ手が込んでいるという、ヴェルディらしい、大人のこだわりを感じる素晴らしい一着だわ。最近は J1 にも定着しつつある名門の今年の活躍にも注目なんだぜ。さて、続いては、町田ゼルビア。ユニフォームサプライヤーは、アディダス。新シーズンモデルのデザインコンセプトは、町田の鼓動。胸元から生まれた光の鼓動が、ホログラムのように広がり、クラブ、ファンサポーター、町田氏の思い、が重なり合うエネルギーを表現している。胸の中心に、タイトルを獲得した証の星が輝いているのもなんだか誇らしげね。秋春星という新時代に向けて、さらに、洗練と進化、を遂げたデザインと言えるだろうな。ベースカラーにはより深みを増したクラブの魂である、ゼルビアブルー、を採用。極力無駄を削ぎ落とした、引き算の美学、とも言えるデザインとなっており、アディダスの最新テンプレートの美しさと、胸の星の存在感をより厳かに際立たせているんだ。なるほど。シンプルかつ洗練された佇まいに、本物の、強者の余裕を感じるわね。ユニフォームの左裾には、さりげなく天皇杯ウィナーの誇りも覗かせているぜ。今シーズンもどんな話題を提供してくれるのか、今からワクワクするわね。続いて、川崎フロンターレのユニフォームを紹介しよう。ユニフォームサプライヤーは、プーマ。今年はクラブ創設30周年という、大きな節目を祝う、特別な記念アニバーサリーモデルになっているぜ。地域密着を掲げて、全力で戦ってきたクラブの30年の歴史が表現されているってことね。その通りだぜ。デザインコンセプトは、サポーテッドバイユー。クラブを支えてくれたホームタウンとサポーターへのリスペクトを込めて、あえてクラブ創設初期の、原点のデザインを復刻させた。フロンターレの初期のユニフォームといえば、グレミオからオマージュされたあの青と黒の縦縞ね。それをあえて今の技術でリメイクするなんて、エモすぎるわ。このデザインこそ、サポーターと共に歩み、支えられてきた30年間の歴史の証明であり、すべてのファミリーへ、感謝を端的に伝えるメッセージそのものになっていると言えるだろう。昔からのファンにとっては、当時の熱い記憶が鮮明に蘇るし、新しいファンにとっては、新鮮でかっこよく映る、完璧なデザインと言えるわね。細かい部分で言うと、襟元にワンポイントでボタンがついており、さりげなくおしゃれな可愛さも演出されている。本当ね。ボタン一つでワンランク上の高級感が出るので不思議ね。伝統の中にも、新しさがあって、素敵な一着になっているわね。続いて紹介するのは、オリジナル10の名門、横浜 F マリノスだ。ユニフォームサプライヤーは、アディダス。今シーズンのテーマは、トリコロールオーラだぜ。トリコロールオーラ？ちょっとスピリチュアルな感じ？いや、そういうわけではなく、サポーターと選手が放つ、熱いオーラをイメージしているんだ。今回は水面に墨を落として描く、日本古来の伝統技法である、墨流し、のデザインによって、港町、横浜の美しい海の揺らめきと、サポーターが放つ圧倒的な熱を、オーラのように美しく揺らぐ文様として表現している。墨流しの技法と、マリノスの伝統の3色を融合させるなんて、伝統と芸術を感じさせる上品なデザインね。デザインの美しさだけでもすごいんだが、さらにサポーターを熱くさせるポイントがこの部分だ。エンブレムの星？優勝回数5回を表す5つの星よね。ああ、この星を、拡大してよく見てほしいんだぜ。エンブレムの星の中に、何か小さく数字が書かれているわね。その通りだぜ。なんと星の中に、過去にリーグを制覇した、優勝年度が刻まれているんだ。へえ、細かい部分がサポーター心理をくすぐるエモーショナルな仕様になっているのね。まさに、魂は細部に宿るといった仕上がりになっている一着ね。かっこいいわ。さあ、続いては同じくオリジナル10の一角、清水エスパルスを紹介するぜ。ユニフォームサプライヤーは、プーマ。今年のユニフォームのデザインは、サプライズがあってサポーターが歓喜したんだぜ。何があったのかしら？ユニフォームのデザインコンセプトは、清水から世界へ。このコンセプトを掲げた新ユニフォームは、世界を表すモチーフとして、サポーターが何年も待ち望み続けた、地球儀が、ついに復活したんだぜ。これは胸が熱くなるわね。古参のファンにとって、エスパルスといえば、胸に大きく描かれた世界地図。エンブレムに書かれた地球儀もそうだけど、これがあるとよりエスパらしいって感じがするわね。その通りだぜ。そして、新しいデザイン要素として、地球儀の上を走るネットワークラインで、選手、クラブ、ファンの強固なつながりを表し、それらを包み込む背景の美しい波模様で、
世界へと無限に繋がっている、静岡の誇りである、駿河湾の海を表現しているんだ。静岡の海から、世界へ羽ばたくというストーリーが、一枚のユニフォームの中に美しく描かれているのね。サポーターならぜひ手に入れておきたい一枚になった感じがするわ。続いてこちらもオリジナル店、名古屋グランパスのユニフォームを紹介するぜ。グランパスのユニフォームサプライヤーは水野。デザインコンセプトは、グランパス、トリプルヘリックス。ヘリックス？ヘリックスってどういう意味なのかしら？ヘリックスは日本語で螺旋。トリプルヘリックスは30螺旋という意味になるぜ。30螺旋？遺伝子の構造みたいな、ぐるぐるした螺旋構造のことかしら？その通りだ。選手、ファン、サポーター、そして愛知の街という、三者の熱い思いが、螺旋状に美しく重なり合っている。それが、グランパスというクラブの強固な DNA を形成し、それらが12本のストライプとして表されることで、グランパスファミリーとしての一体感も表している。地域とクラブが、遺伝子レベルで一体となって戦う姿勢が描かれているのね。グラフィックの立体的なストライプの中に、そんな深い結束のドラマが隠されていたなんて、すごく知的で洗練されたデザインだわ。さあ、続いては、京都サンガのユニフォームを紹介していくぜ。京都のユニフォームを手掛けるのはプーマだ。京都といえば毎年美しい紫が印象的よね。今シーズンはどんな感じになっているのかしら？デザインコンセプトは、覚悟、紫に。非常に力強いテーマを掲げているぜ。覚悟、紫に。言葉選びからして、新シーズンにかける尋常じゃない本気度が見えるわね。デザインは、無駄な装飾を徹底的に削ぎ落とした原点回帰モデルで、誇り高きクラブカラーの紫を、全身にソリッドに採用している。シャツ、パンツ、ソックスすべてが紫一色に染め上げられているのね。シンプルだけれど、とても力強い印象を受けるわ。しかも、ただシンプルなだけじゃないところに、京都のプライドを覗かせている。京都のプライド？クラブの象徴である、鳳凰の文様が、美しく織り込まれた、ジャガー通りのニット素材を、袖や首元にさりげなくあしらうことで、シンプルながらも高級感を維持している。プリントじゃなくて、生地自体に織り込むというところに、格調の高さを感じさせるわね。その通りなんだ。全身の潔い紫で、新シーズンを戦い抜く強い意志を示しつつ、ディテールには、京都の伝統と気品を静かに宿らせている。まさに、覚悟が示されていると言えるだろうな。伝統あることのクラブらしさを感じさせる一着に仕上がっているわね。続いては青黒のオリジナル店、ガンバ大阪のユニフォームを紹介しよう。ユニフォームサプライヤーは、キュンメルブランドを展開する SSK。今シーズンのファーストユニフォームは、伝統の青と黒のストライプを継承しつつ、クラブテーマである、青い炎となり、熱狂を生み出し、中心となる、を体現するため、青黒のストライプの中に、青い炎のグラフィックを重ねるデザインとなっており、選手の内側からほとばしる青い炎が溢れ出し、スタジアムが熱狂する様子を表している。胸の中央に配置されたエンブレムの上には、AFC チャンピオンズリーグ2、2025-26での優勝により、従来より星が一つ増え、計10個の星が誇らしげに輝いているのも新しくなったポイントだ。ガンバらしさの青黒の縦縞を基調にしつつ、ただのシンプルな縦縞じゃなくて、ガンバのクラブのテーマ自体を、わかりやすく視覚化した熱いデザインね。アウェイで使用するセカンドユニフォームは、ファーストの熱い思いである青黒の炎が、白ベースのユニフォームを斜めに切り裂き、敵地に青い炎が広がっていくという、攻撃的なストーリーを表している。ファーストもセカンドも、ストーリーのつながりが完璧でワクワクするわね。さあ、続いてはガンバ大阪の永遠のライバル。セレッソ大阪の新ユニフォームを紹介するぜ。ユニフォームサプライヤーは水野。地元大阪に拠点を置く日本企業だ。26-27シーズンのユニフォームコンセプトは、桜をまとう、桜が集う、を掲げているぜ。桜をまとう、桜が集う。すごく華やかで美しいテーマね。最も大きな特徴は、ユニフォームの背面に、セレッソのアイデンティティそのものである。満開の桜のグラフィックが、ダイナミックかつ大胆に描かれているというところだ。こんなにも背中いっぱいに、確かにありそうでなかったデザインね。クラブ最大のアイデンティティを強烈に主張しつつ、選手とサポーターの思いを、一箇所に集結させる素晴らしいデザインだな。さらに衣服内の放熱性を極限まで高めて、驚異の軽量化を施した。水野の最高峰技術、ドライエアロフローを素材に採用しているんだぜ。夏場の厳しい環境でも、衣服内をサラサラに保つ最高の技術ね。見た目の圧倒的な美しさだけじゃなく、機能性にこだわる部分も日本のサプライヤーらしいわね。個人的には、ゴールキーパーユニフォームも鮮やかな桜の印象が強くて素敵だと思ったわ。続いて紹介するのは、ヴィッセル神戸のユニフォームだ。ユニフォームサプライヤーはアシックス。今回の2026-27シーズンモデルは、秋春製への完全移行を機に、ハイヤー&ハイヤーというコンセプトを掲げている。フィールドプレイヤーのファーストユニフォームは、クラブの象徴であるクリムゾンレッドを基調に、非常に細く美しく洗練された、ピンストライプを全身に刻み込んでいるのが最大の特徴だな。
この繊細なラインには、ファンやサポーターと共に積み重ねてきた確かな奇跡と、さらに高みへと挑み続けるクラブの揺るぎない思いが、気高く表現されているんだ。さらに視覚的なアクセントとして、背番号とネームには高級感あふれるゴールドを採用。クリムゾンレッドの深みと、ゴールドの輝きが完璧に調和して、王座奪還への強い風格を漂わせているぜ。こうして見ると、クリムゾンレッドとゴールドの組み合わせって、かなりバランスがいいわね。ピッチで選手たちがゴールドの文字を背負って躍動する姿が今から楽しみだわ。続いて紹介するのは、ファジアーノ岡山のユニフォームだ。ユニフォームサプライヤーは、ペナルティのブランドを展開するウィンスポーツ。岡山の新ユニフォーム、今シーズンは節目の特別仕様なのよね？そうなんだ。今シーズンは、クラブの運営株式会社が設立されてから、20周年の節目を迎える、記念すべきアニバーサリーイヤーとなっている。20周年アニバーサリー。それはクラブにとってもサポーターにとっても、忘れられない特別なシーズンになるわね。節目のシーズンのユニフォームは、ソリッドコアというテーマのもとにデザインされ、これまで積み重ねてきた歴史、揺るぐことのない信念を、目地が丁寧に積み重ねられることで完成する生子壁のグラフィックデザインとして表現している。生子壁って、倉敷の街で見られる伝統の技法よね。その通りだ。地域の文化への誇りもさりげなく織り込んだ、素晴らしいデザインなんだぜ。そして、全体の引き締まったデザインの中に配置されるのは、歴史を祝う、20周年オリジナル記念ロゴ。20年間の歴史の重みと、未来へ向かってさらに羽ばたくという決意が、その限定の記念ロゴに凝縮されている。伝統の、ファジレットの色合いも深みが増しているように感じるわね。ああ、これまでの J リーグでの、戦いの奇跡を感じさせてくれる一着に仕上がっているぜ。派手すぎず、しかし確かなプライドを感じるデザインは、まさに節目を飾るにふさわしい一着ね。続いては、同じ中国エリアのオリジナル店、サンフレッチェ広島。サンフレッチェのユニフォームサプライヤーはナイキ。今回のデザインコンセプトは、伝統、文化、革新の融合。クラブの誇りを礎に、地元の高名な伝統工芸である、ビンゴガスリの風合いを融合させた。そして、そのビンゴガスリの雰囲気を存分に活かしつつ、クラブの象徴である鋭角な矢尻の V 字と、矢羽の繊細で滑らかな質感を広島バイオレットで優雅かつ力強く表現しているんだぜ。さらに、ユニフォームのデザインとカラーが完璧に調和することで、スーッシュに使用されているゴールドが一層際立っている。ゴールドのナイキロゴが、深いバイオレットの中で鮮やかに引き立っているのね。まさに、伝統と文化と革新が融合しているといった感じだわ。ちなみに、初のオールシルバーとなったセカンドは、広島のソウルフードである、お好み焼きの鉄板とヘラから着想を得ているという、面白い隠し味もあるぜ。伝統工芸だけでなく、食文化の伝統も取り入れられているのね。面白いわ。敵地をヘラで切り裂くという意味も込められているらしいので、独特のセンスがあるって感じだな。鉄板のような硬い守備にも期待しています。続いて、アビスパ福岡のユニフォームの紹介だ。ユニフォームサプライヤーは、ヨネックス。アビスパの新ユニフォーム、襟がついていて、とても可愛らしいデザインね。その通り。まさに今シーズンのテーマは、日常に寄り添う一着だぜ。日常に寄り添う一着。確かに襟元が普段着のようなデザインになっている感じね。そう、非常にシンプルで洗練された、美しい濃淡のネイビーストライプがベースだが、スタジアムだけでなく、サポーターの日常に溶け込めるようなデザインの一着となっている。襟元と袖には鉢をモチーフにした幾何学模様がアクセントとして配置され、クラシカルでありながらスタイリッシュなデザインとなっている。さらに、このシンプルな見た目の裏には、重要な歴史的文脈も隠されているんだぜ。歴史的文脈？一体どこに何が隠されているのかしら？襟の下地の部分に、藤枝ブルックスをイメージした藤色が隠されている。主張しすぎないアクセントの中にも、原点を静かに見つめ直すという意味を込めている。まさに地に足のついたデザインと言えるかもしれないわね。福岡に移転して、アビスパとしての歴史をどれだけ重ねても、自分たちのルーツである先人たちへの敬意を、決して忘れない。そういうクラブの誠実で熱い姿勢が、この首元の藤色に詰め込まれているわけだな。そう考えると、アビスパが藤色を差し色に使うのってとてもエモいわよね。クラブの歴史をさりげなく背負って歩める、最高の一枚と言えるわね。最後に紹介するのは、今シーズンから J1 に復帰した、ビファーレン長崎だ。ユニフォームサプライヤーは、ファナティクス。長崎の新しいユニフォーム、胸のラインがすごく印象的ね。ファーストユニフォームの胸に刻まれた、5本のラインが象徴的だな。1本かと思ったけど、5本のラインになっているのね。ここに何かメッセージが込められているってことなのね。その通りだ。デザインコンセプトは、メイクザパス、奇跡を描け。クラブの新たな歴史を築くため、チーム、選手、サポーターの固い共闘を表現している。選手とサポーターが共に身にまとい、一つになって、新時代へ飛び立つという誓いを表現しているのね。そして、長崎の真骨頂と言えるのが、アウェイのセカンドユニフォームに落とし込まれた地域文化だ。長崎といえば、かつて出島があり、様々な国の文化が混ざり合った、独特の歴史がある街よね。
まさにその通り。長崎が世界に誇るアイデンティティである、わからん文化を見事なグラフィックとして落とし込んでいるんだ。わからん文化？何それわからんのですけど。わからん文化とは、日本、中国、オランダの文化が融合した鮮やかで美しい世界観のことで、異なる文化が美しく調和し、異国情緒あふれる長崎らしさを表すグラフィックに仕上がっている。長崎という土地が持つ、唯一無二の歴史と美しさを身にまとって、アウェイを転戦するってことなのね。このユニフォームをまとって、アウェイに向かうことが、サポーターの誇りそのものだと言えそうね。以上、J1 全20クラブの新ユニフォームを一挙に紹介させてもらったぜ。秋春制への完全移行という、日本サッカーの大きな歴史の節目において、各クラブが、自分たちの脈々と続く大切なルーツや、地域の美しい文化、そしてサポーターとの切っても切れない絆を、一着に凝縮していることが分かってもらえたと思う。どのクラブも素敵なストーリーが込められたデザインだったわ。今日も素敵な話をありがとう、マリサ。どういたしましてだぜ。今後もこのチャンネルでは、こういった情報をお届けしながら、J リーグを応援していきたいと思っています。この動画が少しでもいいと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録と高評価での応援をお願いいたします。この動画に関する感想などもコメントでもらえたらありがたいぜ。あなたの好きなユニフォームなども気軽に書き込んでください。コメントはすべて読ませていただいています。それでは視聴者の皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。